ブルンの教えてゲームクリエイター。はよんぱー、バブルンだよ。今まさに制作中の新作、パズルボブルエブリバブルのゲームクリエイターのみんなに、ゲーム制作のお仕事についてのお話を聞くシリーズ。いろいろあるお仕事のうち、第3回目はプロモーションのお仕事についてインタビューするよ。ゲームクリエイターとはちょっと違うけど、ゲームに関わるお仕事ということで、今回お話を聞いてみるね。というわけで、今回のゲストはこの方。はい、こんにちは。台東でプロモーションを担当しております、タノヒーと言います。よろしくお願いします。よろしくね、バブルン。タノヒーさん、よろしく。まず最初にプロモーションってどんなお仕事なの？はい、プロモーションは、ゲームソフトをよりたくさんの人に買ってもらって楽しんでもらえるように宣伝するお仕事なんです。そのためにどんな人に買ってもらえるようにするか、まずターゲットを決めて、どの時期にどんな宣伝をするのかを計画して、それを実際に実行していきます。宣伝ってどうやってやるの？具体的には分かりやすいところだとテレビ CM であったりとか、あとウェブ広告だったりを出したり、あとはオフィシャルサイトや SNS で情報を発信したり、あとはニュースサイトに記事を掲載してもらえるようにニュースリリースを出したり、あとはインタビューやゲームのレビューをお願いしたりなどをします。あとは東京ゲームショウのような大きいイベントだったりとか小さいイベントだったりとか問わず出展をしたりとかをしています。たまにある僕以外からのツイートはタノヒーさんだったんだね。そうだよ、バブルン。あと私の場合だと、あとバブルボブルとかパズルボブルとバブル IP 全体のプロモーションも担当しているので、他の企業様だったりとか団体様からゲームの使っていいですかっていうような使用許諾や、あとグッズ化の話があったりした時に、許諾を出したりとか、問題がないかの監修をしたりとかしています。例えば、今日私が着てる服が、韓国のアパレルブランドと一緒にコラボをしたような服なんですけど、このバブルンのドットが正しいドットで作られているか、こちらからお渡しした素材を正しく使っていただいているかであったりとか、あとはコピーライト、対等のコピーライトですねを正しく記載されているかっていうのを確認したりします。こういったぬいぐるみとかも、監修の結果世に出ていくものになってますね。そうなんだ。バブル IP 全体を担当してるってすごーい。ところで IP って何？IP ってちょっと難しいんですけど、知的財産のことですね。バブルンが安心して活躍できるように正式に許可を出していない関連ゲームであったりとか、グッズとかが世の中に出回っていかないようにチェックして、ホーム自体のチームに保護してもらったりなどをしています。なるほど。タノヒーさんのおかげで僕のグッズを安心してみんなが買えるんだね。じゃあプロモーションのお仕事はどんなところが楽しいの？そうですね、Twitter だったりとかの SNS で、たくさんいいねだったりとかリツイートをしてもらったりとか、あと YouTube や TikTok のコメントでリアルのお客様の反応を得られたりとか、実際のイベントに出展した時にお客様と触れ合って、対等の出しているコンテンツへの思いを感じることができるところが楽しいところですね。ふむふむ。なるほど。あとは仕掛けたプロモーションがちゃんとお客様に届けることができて、ゲームの良さを伝えられたかなと実感できた時は本当に嬉しいですね。わかる。みんなからのいいねやコメントは本当嬉しいよね。ね、嬉しいよね。じゃあ逆にプロモーションのお仕事はどんなところが大変なの？プロモーションによって販売にちゃんとつなげていくっていうところが難しいところかなと思います。頑張って準備をしたとしても、思ったより拡散や販売につなげられないことも多かったりとかするので、どうしたらより効果的なプロモーションができるのか、タイミングや内容などをターゲットによって見極めていくことが結構大変になってきます。実際にどのプロモーションによってどれだけ販売につなげられたのか、効果測定が難しいっていうところも大変なところになってくるかなと思いますね。宣伝してもゲームが売れなかったら僕も悲しい。ゲームを作った人の思いを担った大切なお仕事なんだね。そんなプロモーションのお仕事をやるためにはどんな勉強をすればいいの？
勉強というよりも、このゲームはどんなプロモーションがされているのかっていうような、普段から広告だったりとか CM だったりとかイベントに注意して目を向けてみたりとか、あとは業界の情報や動向をちゃんと把握しておくっていうのが大事だと思います。他にも今どんなものが人気なのかなとか、どんなものが流行っているのかなっていったものを、ゲームの分野に関わらずいろんな方面に対してアンテナを張って興味を持つっていうこともかなり大事なことかなと思います。なるほど。僕もいっぱいアンテナ張っておこう。パズルボブルエブリバブルではどんなお仕事をしているの？先ほど言った、プロモーション全般の仕事に加えて、バブルンチャンネルで公開していく動画の企画であったりとか、今後発売までに行っていく予定のプロモーション計画を立てて準備を進めています。今回はですね、全世界で同時に発売予定となっていますので、欧米やアジアの販売会社との連携も取っております。すごーい！全世界同時発売。世界中のみんなに一斉に遊んでもらえるんだね。また、私の場合だとバブル IP の監修の担当者として、今作のバブルンたちのキャラクターの見せ方であったりとか、あとはデザインの方向性、ストーリーの内容などをチェックしたりもしています。ふむふむ。そんなタノヒーさんのこだわりポイントを教えて。そうですね。今回だと、今やってるような感じでバブルンチャンネルでの動画施策をいろいろと行っています。おー、なるほど。なるべくみんなでワイワイプレイできるっていうところを見せたいっていうところから、なるべく早い段階からバブルンチャンネルでゲームの実機プレイを見せたりであったりとか、これまでのパズルボブルシリーズの歴史を振り返る動画を出したりしています。この教えてゲームクリエイターシリーズも企画しています。こだわりポイントはバブルンチャンネルってことだね。そうだね、バブルン。でまだ見てないっていう人はパズルボブルエブリバブルの情報を再生リストでまとめていますので、全部見ていただけると嬉しいです。で一人でプレイするのも楽しいので、発売が近くなったらバブルンにもゲーム実況してもらう予定なので、よろしくねバブルン。わーい、楽しみ。早くゲーム実況したいよ。じゃあ今度は苦労ポイントを教えてもらえる？そうですね、全世界同時発売っていうことで、海外との調整が結構大変だったりしています。今回は特に欧米での販売に力を入れているので、コロナでの渡航制限がまだ残っているような時期だったんですけど、ドイツのゲームズコムに行って現地のイベントやゲームショップを視察して熱量だったりとかを確かめたりっていったことをしていました。そうそう、僕とボブルンと一緒に行ったんだよね。行ったね。その時の動画もアップされてるからぜひ見てみてね。そんなタノヒーさんから見てエブリバブルはどんなゲーム？これまでのシリーズに比べてキャラクターの個性をより感じられるストーリーになっています。ゲーム自体はかなりサクサクスピーディーに展開していくので、アクション性がかなり強くなっていて、プレイ中の緊張感とあとクリアした時の達成感が素晴らしいゲームになっていると感じています。僕もプレイしたけど、あのハラハラ感は癖になりそうだったよ。じゃあ最後に見てくれているみんなへのメッセージをお願い。これまでのパズルボブルはキャラクターや世界観への深掘りっていうのがあまりないシリーズが多かったんですけれども、今作ではそういったところもかなり感じてもらえるような、キャラクターに愛着を持ってもらえるようなそんな作品となっております。ぜひ楽しみにしていてください。あと動画の視聴や高評価、コメント、ツイッターでの情報の拡散、リツイートやいいねなど全て励みになるので、ぜひ積極的に行ってくれると嬉しいです。全部見てます。よろしくお願いします。僕も全部見てるよ。一言感想でもいいからコメントも気軽に書き込んでね。バブルンラジオでコメント返しもしてるから、コメントした人はぜひバブルンラジオも見てね。こっそりエブリバブルについての小ネタを教えて。バブルンラジオでも最近どうしてるって聞かれることの多いあのキャラクターも実は登場するとかしないとか。誰？